レッドアイドルソサイエティ前編。チャチャさん、いつものご相談をしたいのですけど、チャチャさん、どうかされましたか？いえ、何でもありません。例のラジオとやらのメールですね。はい。普通のお便りを募集しているつもりなのですが、なぜか悩みを相談される方が多くて。静香さんの人徳でしょう。そうなのでしょうか。支配人。テスト勉強がはかどらず、このままでは赤点です。どうしたらよいのでしょう、だそうですが。そもそもテストとは日頃の学業の成果を見せるものであり、直前に焦ったところでどうにもなりません。はい。それに焦っているのなら、このようなメールを送る時間すら惜しみ、がむしゃらに単語や公式を覚えるという付け焼き場で泥縄な試験勉強という名の徒労を行うはず。それすらできないというのなら、もはや勉強どころか学校に通う意味すら見出せていないのですから、いっそ全てを諦めればよろしいのでは。というわけですので、思うがままに遊ばれると良いでしょう。その後の人生は保証いたしかねますが、とお答えになればよいかと。でもなんか今回は様子が違うっぽいよ。僕には好きな子がいます。同じクラスの女の子です。でも告白する勇気が持てません。どうしたらよいでしょう。恋のお悩みですか。チャチャさん、どうしたらよいのでしょう。チャチャさん、さよならだけが人生さ。恋も愛も形なきもの。命尽きれば無に帰します。ですが、この相談をしている方はまだ中学生のようですよ。そうですか。ならば告白できるようお励みなさいと言えばよろしいかと。お励みなさいですか。そうですね、そういたしましょう。またなんか話してるよ。おじいちゃんの実家にある柿の木に虫がついてしまいました。このままでは木が枯れてしまいます。どうしたらよいでしょうか。あらあら、それは大変ですわね。チャチャさん、この世の出来事など全て儚きもの。全ての葉が落ちた時、命がついえる。いいえ、何でもございません。そのお方への返答はお励みなさいでよろしいかと。お励みなさいですか。わかりました。静香さん、申し訳ありません。気分が優れないので今日はこれで失礼してもよいでしょうか。あら、それはいけません。私のことは構わず、どうぞお大事にしてください。ありがとうございます。それでは。支配人さん、少々心配ですわね。ねえ支配人、あれやばくない？鈍いなあ。チャチャの病気結構やばいんじゃないかってこと。確かに普段よりかは幾分覇気がないようには見受けられましたけど。弱い体ながらも夢に向かって頑張る少女。しかし病魔は確実に彼女の体を蝕んでいた。ある日彼女は気づく。もう私は長くない。みんなに心配かけたくない。それに私は命燃え尽きるその日まで全力で駆け抜けたい。少女は皆に悟られぬように病気を押し隠し、今日もけなげに笑う。しかし決勝を迎えたその日、400メートルリレーの最中に倒れてしまうのだった。400メートルリレーっていうアニメを見たんだよ。
ないね。あんたにできることはただあの子の夢を見守ってやることだけさ。命尽きる最後の日までね。このセリフ、ライバルキャラがコーチに言うんだよね。一度言ってみたかったんだ。後編。急な呼び出しで驚きました。主様、一体何事でしょう。もうどうしちゃったのさ、支配人。うじうじせずにズバビッと話しなよ。支配人さん。お話がないようでしたら、私はこれで。は？何でもするとおっしゃいましたね。でしたらこの茶番めいた呼び出しの理由をおっしゃってください。何でもするとおっしゃいましたよね。それとも主様は私に嘘をついたのですか？もう支配人、諦めていいなよ。支配人さん。ほうほう、最後の時をってはなるほどなるほど。つまりチャチャッチは余命いくばくもないと世を儚みため息をついていると。そんなチャチャッチに最後まで楽しく生きてほしい。だから支配人は全てを投げ打つ覚悟を決めたと。ってことなんだけど、チャチャッチ。何と申しますか。言葉も出ませんね。ああ、支配人の愛に指し物毒舌キャラも降参。いいえ、アホすぎて呆れて物も言えないというものをかみしめております。まあ、第一、私が余命いくばくもないというのはどのような証拠があってのことです？調子が悪いように見えたのは単に少々疲れていただけです。コニーさん。これチャチャッチの診断書ね。ちょっぴり体は弱めだけど気をつけていれば健康上問題はなしってお墨付き。そうなの？そりゃあチャチャッチは病弱キャラだって聞いてたから、ちゃんとお医者さんには見てもらったんだよ。病弱は好き好んでつけている設定とは違いますが、ま、そういうことです。いましたよ。うわー、支配人すごい顔してる。写真撮っとこう。っていうか、歌やダンスとかの適切な運動のおかげでアイドル始める前より健康になってるんじゃない？時代錯誤で暇人の暇つぶしかと思っていたアイドルで健康を手にするとは、なんとも皮肉な話ですね。和美さんから借りた本の一節をそらんじただけですが、古典的というかベタではありますが、なかなか印象的なフレーズだったので、ついなんて人騒がせなとおっしゃりたいのですか？そのお言葉そっくりお返しいたします。だいたい完全に早とちりしてこのように大ごとにしたのは他ならぬ主様ではありませんか。それと桃香さん。はい。静香さんから伺いました。最近病弱な主人公が活躍するアニメにご就寝だとか。病室のラストダッシュめっちゃ面白いよ。チャチャも見る？結構です。影響されるほどアニメがお好きなのはわかりますが、人を勝手に悲劇のヒロインに仕立てないでください。だって病弱キャラ設定のヒロインなんて美味しすぎるよ。美味しかったら何をしても良いということでしたら、うかつにも人を勝手に殺しかけた登場人物への制裁も美味しいので全て OK ということでよろしいですわね。よくないよ支配人。反省したまえ。反省をするつもりはないと。もしや主様は私が死ぬことをお望みと？
第一、本来は早合点を諌めるべき立場の主様が率先して煽られるとは、まるで小娘です。ですが、小娘の方が見目麗しい分、まだ可愛げがあるというもの。つまり主様は小娘以下、極つぶしと呼んで差し支えない存在ということですね。まあまあ、その辺にしといてあげてよ、チャチャッチ。ですが、支配人さん、チャチャさんのお加減が相当悪いのではと思い当たった時、とても悲壮な顔をしていらしたのですよ。まるでご自分の寿命が尽きようとしているかのようでした。チャチャさんを大事に思う気持ち、私にも痛いほど伝わりました。静香さん、そこに嘘はないってチャチャッチもわかるっしょ。だから今回はその気持ちに免じて弁護してあげてよね。わかりました。本気で心配してくださったことに免じて許しましょう。ええ、確かに悪いです。ですが、誠心誠意謝る人間を許さないほど、私も意地が悪くはありませんので、それに、主様の察しが悪いのは、前から知っておりますから。これにて一件落着。あら、今度は時代劇ですか？時代劇は興味ないよ。アニメ化してくれれば別だけど。はあ、それにしても、生きる喜びがまた一つ増えました。主様が何でもしてくれると約束してくださいましたので、どのようなことでも命令できるのですよね。はあ、何をお願いいたしましょう。夢が広がりますね。大丈夫です。こんな楽しいお願い、簡単には使いませんので、ゆっくりと時間をかけて考えることといたしましょう。その時まで、よろしくお願いしますね、主様。レッドアイドルソサイエティ